ローラモデルってどうやって使えるの？ローラモデルを使う場合に勘違いしてしまうことは、チェックポイントモデルと同じ方法で使えると思ってしまうことです。ローラモデルはチェックポイントモデルと別の方法で使用することができます。ローラモデルを使うことによって画風や表現のバリエーションが広がり、さらに質の良い画像生成をすることができます。この動画では、Google コラボを使ってローラモデルを追加する方法と使い方までを詳しく解説します。まずは使用したいローラモデルをサイトから探しましょう。今回の例では、モデル配布サイトのシビット AI からメカ娘と、オーフレームメカの2つのローラモデルを使用します。2つのモデルは概要欄に貼っています。ローラモデルのダウンロード URL をコピーするについて、ローラモデルを使う場合は Google コラボにコードを入力する必要があります。コードを入力する前にメカ娘とオーフレームメカの2つのダウンロード URL をコピーしておきましょう。まずはメカ娘の URL に飛んでから、右上にあるダウンロードボタンの場所でマウスカーソルを合わせて右クリックします。Google Chrome の場合はリンクのアドレスをコピーをクリックしてダウンロード URL をコピーします。オーフレームメカも同じ方法でダウンロード URL をコピーしてメモ帳などに貼り付けておきましょう。ローラモデルのコードの記入例について、コピーしたダウンロード URL をコード内に入れましょう。ローラモデルを追加するコードの記入例はこちらのようになります。赤字で表示しているダウンロード URL の場所に、先ほどコピーしたダウンロード URL を貼り付けましょう。赤字の場所以外は同じ書き方でいいでしょう。例としてメカ娘のダウンロード URL を入れたコードの記入例はこちらになります。ローラモデルのコードを追加してから、ステーブルディフュージョン WebUI を起動しようとしたときに、No such file or directory と表示されて、ローラモデルがダウンロードせずに飛ばされてしまうときがあります。ローラモデルをダウンロードさせるときには、新規でディレクトリのスラッシュローラを作成しないと、No such file or directory のエラー表示が出てしまいます。ですから、コード内にこちらのコードを記入した後にローラモデルをダウンロードさせるコードを入れましょう。例えば、メカ娘の場合は、ローラのディレクトリを作成した後にこちらのようにローラモデルを追加しましょう。ローラモデルはスラッシュローラフォルダの中に入れる必要があるので、エラーが起きる場合は確認しましょう。コードを追加するについて、Google コラボのコード内にローラモデルを追加するコードを入力してから、左上にある実行ボタンをクリックしてください。こちらの画像に載っているすべてのコードは、概要欄に貼ってあるブログリンク内に記載しているので、コードがよくわからない人はコピペして使用してみてください。ローラモデルを使用するについて、コードを入力してステーブルディフュージョン WebUI を起動したら、次はローラモデルの使い方について解説します。まず、シビット AI のメカ娘の URL に飛んでください。今回の例ではトップの右側にある赤いアーマーをつけた女性の画像を参照にしてローラモデルを使用します。モデルのバージョンが変わったりすると画像が変わったりするので、どれか好きな画像を選択してください。右下にあるインフォメーションアイコンをクリックしてください。コピージェネレーションデータをクリックしてコピーします。ステーブルディフュージョン WebUI に戻って、プロンプト内にすべてペーストしてください。そして、左下の矢印ボタンをクリックします。すると、パラメータ情報が自動で振り分けて設定されます。ローラモデルは Google コラボでコードを追加しても、そのままではまだローラモデルが使用されていない状況になっています。ローラモデルを使う場合は、プロンプト内にローラモデルを使用する言語を入力する必要がありますが、これからその方法を解説します。右側にある花札のようなボタンをクリックしてください。押して30秒くらいしても開かない場合は再起動させましょう。ローラタブをクリックしてからメカ娘をクリックしてください。すると、プロンプト内にローラモデルのメカ娘を使用する呪文が追加されます。これでメカ娘のローラモデルを使用することができます。こちらの画像のように、プロンプト内の赤線部分はシビット AI で画像投稿した人が決めたローラのファイル名になっています。緑線の部分にあるメカ娘の名前は私が決めたファイル名になっています。今回の場合は、私が決めたファイル名でメカ娘のローラモデルが適用されるので赤線部分は削除します。赤線部分を削除したら、
ジェネレートボタンをクリックするとローラモデルが適用されて画像生成されます。こちらの画像は、左側がローラモデルを使用していない場合、右側は使った場合を比較しています。塗り方などが全体的に変わっています。ローラを使用すると全身がさらにメカっぽくなりかっこよくなりました。ローラモデルの要素を調整するについて、ローラモデルは要素を強くしたり弱くしたりすることができます。メカ娘 0.5 のように、1から 0.5 に変更すると要素が弱くなります。少しずつ変更して良いと思った数値に設定しましょう。2の数値などでも設定できますが、逆に品質が悪くなったりよくわからない人物になるので、おすすめの設定としては 1.4 以下の範囲で調整した方が、クオリティを落とさずに良い画像生成がされやすいので参考にしてみてください。ローラモデルを複数使用する方法について。ローラモデルは1つだけでなく、2つ以上で合成させて使うことも可能です。先ほどのもう一つのローラモデル、オーフレームメカも追加してみましょう。プロンプトの内容はそのままで、先ほどの追加例と同じようにオーフレームメカをクリックして、プロンプト内に追加してください。これで、メカ娘とオーフレームメカの2つのローラモデルが合成されて使用することができます。ジェネレートボタンをクリックすることで画像生成されます。2つのローラモデルの数値を調整した場合の比較結果がこちらになります。0.3、0.6、1で調整しましたが、0.6 からの設定ではボス感が出るようになってかっこいい感じに仕上がりました。複数使用することでさらにクオリティを高くすることもできるので試してみてください。まとめです。ローラモデルはプロンプト内で数値を低くすることで要素を薄めることができます。数値を高くしすぎると逆に品質が悪くなったり、人物ではないわけのわからないものになったりするので 1.4 以下の範囲内で設定しましょう。複数使用することで、さらに高品質な仕上がりになったりするので試行錯誤して自分なりに良いと思った画像生成をしましょう。以上でローラモデルの使い方について解説しました。iGene では AI 生成に関した情報発信をしています。動画の内容が良ければチャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。